始まりました。ドタバタ科学ラジオ。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希です。この番組ドタサイは、私五十嵐美希のドタバタした日常を科学の視点からお届けするポッドキャスト番組です。井戸に集まって世間話や無駄話をした井戸端会議のように、日常の科学をテーマに聞いているあなたとも語り合っていきます。さらにこのポッドキャストを聞いて、新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。そして今回からですね、 YouTube でもアップしていくことになりました。ぜひこのドタサイは子供から大人まで本当に幅広い方々に楽しんでいただけたらと思いますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。さて今回は4月1日更新ということで、ちょっと新年度の話をしようかなと思ったんですけれども、この方の誕生日なんですよ。スーザン・ボイル。科学者じゃない歌手っていう一応私サイエンスでもあるんですけども、エンターテイナーでもあるんですね。ということで、エンターテイナーつながりで2009年に放送されたイギリスのオーディション番組ブリテンズ・ゴット・タレント、こちらで I dreamed a dream in time gone by I dreamed a dream 夢破れてを歌って、一躍有名になったスターになった方ですよね。かっこいいですよね。当時何してたんですか？15年前、ちょうど大学入ったぐらいですかね。だからやっぱあれですね、ちょうどダンサーになるか科学者になるか悩んでた時ぐらいの時に、やっぱそのエンターテイメントってこういう方がいらっしゃるんだなって思った時ですかね。でしかも実は私5年前にこのオーディション番組に一応書類を送ってるんですよもちろんヒップホップダンスでバターを作る、通称ダンシングバターシェイクエクスペリメントでですね、一応送ってるんですけどね、まだ連絡がないんですよねここでちょっと聞いているあなたに問いたいんですけれども、5年前からまだ私に返事がないこの状況、次のうちどれだと思いますか1番届いていない、2番保留にされている、3番落ちた私は保留じゃないかなって思ってるんですけれども、保留理由はまだ時期が来ていない時代が追いついてない。日本は追いついた、世界がまだ追いついてない。私のこのダンシングバターシェイクに再送はできます。送ります？送ろう。じゃあまだ届いてない説もありますからで、一回ね、一人だけねサイエンティスト出てたの見たんですよ。実験してたけどまだ踊ってなかったから、まだいけるんじゃないかなとは思ってますけどね。一応書類審査は動画なんですよ。動画を向こうに送って、確かその時はイブのタンバリンっていうタンバリンをシェイクしようみたいな洋楽があって、だからそれをもじってバターをシェイクしようみたいなことで川辺でマネージャーに撮ってもらった素人動画があるんですけどちなみにこの時はヒップホップだけじゃなくてアクロバットもやってるの。両手を地面に手をついて足をその勢いで片足上げるみたいなアクロバットもやってるんですけど、それはさ生クリーム潰れちゃうからカメラの前に生クリームをそっと置いてアクロバットして日本的には山口百恵さん的にさ、もうマイクをちょっと置いてさ、引退するみたいな、ああいうちょっと儀式的なやったんですよ。もう全然多分伝わってないんですよね。そもそもタンバリンも伝わってないと思う。タンバリンがシェイクするみたいなの伝わってない。ダメですね。もうやっぱ取り直そう。取り直して送って、またその結果をこちらで報告しようかなと思います。はい。スーザン・ボイルさんの、誕生日ということで、改めてスーザン・ボイルさんおめでとうございます。私も頑張るこんな感じで私五十嵐美希のさまざまな出来事含めお届けしていきます。この番組ドタサイでは、あなたからの井戸端会議のようなお便りも募集中です。日常の科学に関する質問や疑問、ドタバタエピソード、
話してほしいテーマや普通歌も気軽に送ってください。お待ちしています。ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます。ということで、番組の感想や応援などは X でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。ドタバタサイエンスラジオ、ドタバタ科学ラジオ第23回は、私五十嵐美希がリスペクトしている偉大な人、偉人特集をお届けします。今年最初に更新した第11回では、お正月の遊びたこ揚げを使った実験をしました。ベンジャミン・フランクリン、この方についてお話をしてきました。この方は独学で雷が電気現象であることをまさに体を張った実験で証明しまして、さらにその後避雷針を発明したりした方でしたね。気になる方はぜひ聞き直していただければと思います。さて、今回はこの方です。史上初めてノーベル賞を2度受賞した女性科学者、マリー・キュリー。もう誰もが一度は聞いたことあるのかなと。あと子供の時に偉人伝とか結構出ている方なので、それで読んだことある方もいらっしゃるかもしれないですし、一般的にはキュリー夫人ということで、こちらの方がちょっと知ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんね。ポーランド出身なんですけれども、ポーランドでの本名はマリア・サロメラ・スクウォドフスカ・キュリーで、このキュリーさんはですね、ポーランドで生まれて、でその後研究自体はパリで行っているんですね。でそこでポロニウムとラジウムを発見した方で、放射能って今言葉ありますよね。英語で言うとレディオアクティビティと言いますけど、この言葉を発案したのも彼女だと言われています。1903年には女性初のノーベル賞として、これ物理学賞を受賞してます。これは放射線についての研究ということで、その後1911年にはノーベル化学賞、化学賞を受賞していまして、でこれはポロニウムとラジウムの発見ということで、このポロニウムはね、祖国のポーランドにちなんで、日本もニホニウムってなりましたけれども、物理と化学両方で取ってるっていう。で物理も化学も両方取った女性の方っていないんですよね。だから本当にね、素晴らしい業績で、もうね、この方の、一生はですね、本当に心を打つものがありまして、やっぱそこまでの過程、どういうふうにこれを発見し行き着いたかっていうところが、ちょっとね、やっぱ心を打たれるわけですよ。でちょうどね、マリー・キュリーが亡くなってからこの2024年っていうのが90周年なんですよ。だからおそらくね、いろいろなところでシンポジウム開かれたりとか、イベントとか開かれるような、結構そういう年になるんじゃないかなと、私は思っております。研究として何がすごいのかっていうところなんですけれども、1896年にアンリ・ベクレルさんっていう、これなんとかベクレルっていう、単位でも有名な方ですけれども、その物理学者がいまして、でその方がウランからなんか出てんだよなみたいなことを、言ったんですよ。なんですけど、何が出てるのかっていうのはよく分かってなかった。そしたらもうマリー・キュリーが、じゃあそれを私が解明しますって言って、そこから出ているのが放射線、それが放射能によるものだっていう風に定義して、でさらにそこから何回も実験して、自分の手でもう本当に自分の手で放射性物質をもう手で持ってもう実験するぐらい結構体を張りながら、実験をして、ポロニウムとか、ラジウムとか、元素を発見したと言われています。で私実はこのキュリー夫人を題材にした映画がありまして、もうね、モノクロの映画なんですけれども、これ見てね、その時のね、キュリーさんの様子がもうほんと諦めないんですよ。なんでできないのよみたいな感じで何回もやっ
って自分の仮説通りにいかないの。仮説通りにいかないことがでも発見なのよ。計算で言えばこの実験数値になるはずなのにずっとならない、何回やってもならないっていう風になって、ってことはこれ今まで見つかってないものなんじゃないみたいな風になって、そこから実際に発見に至る。でしかも発見した時のもうね、キュリーさんがね、もうこれは私の感想ですけど、なんか子供を見る時のような、もうこれ本当にラジウム、私のラジウムみたいな感じの、まあねこれは描写ですから、本当にそうだったかはちょっとわからないですけれども、その時にねちょっと私も感動してしまって心打たれる場面っていうのがあるので、もしよろしければそちら、私は Amazon プライムで見たのでね、ご覧いただければと思っております。この発見が今にどうつながってるかといえば、もちろんその医療分野では放射線がこの悪性腫瘍に対して効果があるのではないかというふうに使われていますし、その映画の中でもキュリー夫人がですよ、ってことはこれ悪い細胞もやっつけることができるんじゃないみたいなことを言うところも実際描写としてはあって、それが現代になって本当にもう実現しちゃってるっていうところは本当にすごいなと思いますね。でしかもこのなんていうのかな、態度も研究以外の態度、社会に対する科学をどう使うかの態度すごくて、それだけの発見してれば特許を取ることができるわけですけれども、特許を放棄したんですね。でそれでいろんな人がやっぱ使えるようになったし、それによって研究も進むようになったっていうところは、これ有名なね話ではありますけれども、改めてすごいことだなと思います。でもやっぱこう長年の研究で、放射性物質触りまくってますから、最後はやっぱその放射線に体を蝕まれて命を落としてしまうというような、一生なんですね。で特に私がこう映画を見てですね、心を打たれているところで言うと、その当時ポーランドでは女性がそもそも大学で学ぶことができなかったんですね。なので他の国に行くしかないということで、いろんなアルバイトして、でお金も貯めてフランスに行くっていう、ものすごくこう苦学をして、で実際に無事パリ大学を卒業すると、まずここが本当にすごい、なんだろうな、その社会のそもそもこう女性が学んではいけないみたいな風潮の中で、もうそれを飛び越えてその方法を探す、で実際行動に移す、そこはやっぱ研究者としてもすごい尊敬するところではあります。私も科学教育の研究してるんですけれども、やっぱその分野を、できるところをやっぱ探さなきゃいけないところもあって、だからそういう意味で言うとこう諦めずに、いくら跳ね返されても諦めずにやり続けるところは本当に心を打たれる。でさらにポーランドに戻って就職しようとしても、また女性だからって言ってこう雇ってもらえなかったっていうところがあるんですけど、最終的にはノーベル賞を取って教授になりますから、パリ大学初の女性教授ですからね、すごいなと思います。で日本は今理系に進む女性の割合がですね、OECD 諸国の中でも、まだずっとワースト1位っていうところもありますから、そういうステレオタイプを払拭するということのロールモデルとしてキュリーさんの、人生とかやったことっていうのは伝えていきたいなと思うわけですね。はい、あとはキュリー夫人のその今科学の、業績のお話してきましたけれども、パートナーの話もね、やっぱこれはね逃せないですよ。これも映画で見たんですけど、で、このキュリー夫人はですね、一人で研究をしていたわけではなくて、もちろん仲間がいて、特にその一番仲間として、近いのが夫でもあったピエール・キュリー、共同研究者でもあり夫でもあり教授でもあるというところで、一緒にね1903年にノーベル賞を受賞して、でこれからだっていう時に、なんとその夫のピエールをですね、交通事故で突然亡くしてしまうんですよ。でもこれが本当耐えられなくて、もう今も泣きそう、私もう辛い、泣きそうで、この映画をですね
そのサイエンスショーの移動中にマネージャーの隣で見てたんですけど、なんか急に私が泣き出したからなんか大丈夫かなみたいなぐらい、はい。いやね、やっぱね、共同研究者をなくすとかね、なんてそういう一緒に何か物事をなす人をなくすっていうのはもう耐えられないよ。でもその中でも研究は続けたし、彼女はね教育活動も続けたし、その X 線を戦場で銃弾を受けた人たちのためにその X 線装置をこう車に搭載して銃弾がどこにあるかそう探したりとか、手当てのために走り回ったりとかもしてる。なんかそういうことがあってもずっと人のために、そういう経験も多分いろいろ考えることあったと思うけど、ずっとやり続けたから多分私たちは今そういう放射線治療も受けられるし、X 線もでいろんなことがわかるしっていうところにねつながってるんだなって思いましたね。もうぜひこの映画は見てほしいですね。モノクロなんですけれども、内容とかはもう本当にすごくリアルに作られているので、見てほしいなと思います。で最後に、私踊るサイエンスエンターテイナーなんで、もうこれからどう生かしていこうかというところなんですけれども、一個そのキュリーさんで欠かせない名言がありまして、I am among those who think that science has great beauty。これどういうことかっていうと、私は科学は素晴らしい美しさを持っていると思う人の一人ですっていう和訳になるんですけれどもね。それだけすごいことをした人が科学を美しいって言ってるっていうのが、すごくこう科学を表現するものとしてはこれすごく大事なことなんですよ。やっぱ私もこう虹の実験を見てその美しさにやっぱ魅了されて、もう一人の子供としても楽しんでる部分があって、でその感情を伝えるっていう仕事をしてるから、それだけの発見をした人も科学を美しいと思っているっていうところはずっとつながってるじゃんっていう、なんかマリー・キュリーに会えた気持ちになるので、ちょっとこれからもこの言葉は忘れずに活動していきたいなと思いますね。でも連絡が来ないんだよなオーディションのそういう気持ち大事にしてるんだけどな、連絡来ないんだよな、やっぱビューティーが足りないのかな。もう一度こう美しさと向き合ってちょっとしっかりね出直したいなと思った次第です。ということで改めて、私自身もサイエンスエンターテイナーとしてマリー・キュリーさんの言葉とか、その姿勢っていうのを大事にしながら、活動を頑張っていきたいと思います。引き続きぜひ皆さんも応援をよろしくお願いします。ドタバタサイエンスラディオ、ドタバタ科学ラジオ第23回、私五十嵐美希がリスペクトしている偉人特集をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとね感極まってしまいましたけれどもね、この感じが、音声でも伝わると嬉しいななんて思います。そういえばこのキュリー夫人のことについて話してて思い出したドタバタエピソードがあるんですけれども、キュリー夫人のその映画で、これ本当かどうかはわからない、実際にあったかわからないですけど、描写として夫のピエール・キュリーがマリー・キュリーさんにプロポーズする場面があるんですよ。寝室でもう二人きりみたいな状態で、こうプロポーズの言葉がですね、君と僕が結婚すれば塩化ナトリウムのように安定するって口説いてるんですよマリー・キュリーもイエスみたいな感じでなんか通じ合っちゃってて、でこれは私もかつて X でですね、アルゴンのように安定したいっていうポストをしてるんですよ急にアルゴンすごい安定してる、塩化ナトリウムも安定してる、アルゴンもめちゃめちゃ安定してるだから私もちょっといろいろサイエンスエンターテイナーでドタバタしてるから、アルゴンのように安定したいなってポロッとねポストしたんですけど、全くね手応えを感じなかったんですよ。返信もなんか大丈夫みたいな
アルゴンの安定と、私の人生の安定をかけてるんですけど、それが多分誰も刺さってなかったの。一応英語でもポストしたの。 So what element are you っていう、だからお前は何なんだっていうこう厳しいお言葉を世界からも叩きつけられて、っていうね過去がある中で、ピエール・キュリーさん塩化ナトリウムのように安定するということで、その皆さんには、響かなかったかもしれないですけれども、おそらくピエール・キュリーさんには、響くんじゃないかなということで、ちょっとね手応えを感じましたどこで手応え感じてるんだよってね感じですけれどもね。ということで、こんな感じですごすぎる偉人を通してですね、少しでも日常へつながる科学とか、私五十嵐美希に興味を持ってもらえたら嬉しいです。今回の番組の感想などはぜひお便りもください。井戸端会議のようにね、ぜひ語り合いたいなと思いますので、皆さんの知っているキュリーさんの一面とかお伺いできればと思います。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで、ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。ぜひお気軽に送ってください。 X でポストの際はとても励みになりますので、ハッシュタグドタサイをつけてください。そしてこの番組ドタサイを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。お仕事関係の方、ぜひご連絡をお待ちしています。連絡先は所属事務所バオエージェンシーのお問い合わせにお願いします。こちらはポッドキャストの概要に入れておきます。ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。最後はこの言葉で締めましょう。レッツアルゴーサイエンス。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希でした。また次回をお楽しみに。お便りや感想も待っています。バイバイ。